人旅来てます。京都何日目 ?1 日目か。1日目は友達の家に泊まって、こっから本当に一人旅っていう感じだね。てなわけで、とりあえず京都まですごい長かった旅だったんで、そのビデオをどうぞ。そんなわけで今は京都にいるわけですけど、これから銀閣寺に行きます。さあ、どんな一回ね、中学生の時にね、修学旅行って行ったんですけど、ちょっと楽しみです。行きましょう。はい、ありがとうございます。いいね。いやー、いいですね、銀閣寺は。僕が修学旅行に行った時は先生が言ってたのは、銀閣寺はいつになっても形を変えないから尊いんだと言ってて、それは修学旅行の時もそうだし、江戸時代からもそうだし、ずっと形を変えないでずっとそこにあるから、それが一番尊いと。はい、とうとう四国上陸しました。堺でなんかね、瀬戸大橋と一番近いところを選んだんだけど全然見えない。瀬戸大橋を僕は楽しみたいんだよ。どうしよう。うどんでも食べようかなと。ガイドの人がね、超優しくうどんマップを渡してくれました。ごちそうさまでした。いやー、うまかった。なんだろうね、香川のうどんだからっていうのもあるかもしれないけど、めっちゃコシが強く感じたね。麺のなんていうの、質というか、香川に来て食えてよかったですっていうことで、宿に行きます。岡山の方に。青春18切符の旅、こんな感じでいつ2日目の夜を迎えています。青春18切符でまず気をつけた方がいいのは、結構混むっていうことを想定しておるので、立つ可能性は結構あるので、都会だけかなと思ったら意外と案外そういうわけでもなく、いろんなところで満員電車というか、席は埋まっている状態に遭遇することが多いです。そして2つ目は、駅弁は先に買うべし。これめっちゃ重要で、各駅停車ってね、ほんと買う時間なくて、ヤフー乗り換えとかジョルダン使ってると分かると思うけど、結構スケジュールが詰め詰めだし、遠いとこ行かないといけないから、1本逃しただけでも結構なロスタイムになってしまうので、だから結構詰めの状態で入ってることが多くて、なかなか空き時間がないと。空き時間があったにしても各駅の駅なんでないんですよ、弁当が。だからね、大きな駅で1回弁当を買ってから行ってください。これは本当にお腹空いてやばかった途中買っときゃよかったみたいな。買いたいけど次の乗り換えあるからいけないみたいな、そういうの多くてちょっと辛かったですね。
つ目ですが、宿泊先の場所はちゃんと確認しておく。これはめっちゃそうで、タクシーを使わなきゃいけないのか使うのかとか、バスに乗るのかバスに乗らないのか、それぐらいはちょっと知っておいた方がいいのかなと。もちろん宿は絶対に前日1週間前ぐらいに取りましょう。そのまま乗りで行くと全然ホテルなくて迷っちゃいます。あったとしても埋まってる可能性がありますし、そして今回この部屋ですけど、エアビーというサービスを使っています。エアビーってご存知ですか？民泊のサービスなんですけど、今このスペース使ってないから誰かに貸してあげようっていう、シェアしようっていう、シェアリングエコノミーを体感したいということで、僕がこのエアビーを使って、やったんですけども、なんかね、結構、デザイナーズのホテルというかを選んだのでかなり綺麗なんですけれども、民泊感しないんだよね。なんだろうね、こんな感じになってて、本当に綺麗だよね。こういうので、電源命だからね、本当に。言いやすいさ、電源命で、もう本当にバッテリーがなくなったとか、全然ありますんで、バッテリーは常に持っといて方がいいかなと。はい、小豆島着きました。これからレンタルサイクリングをね使って、ローサイクリングっていうねやつです。都内でも結構有名なんだけど、小豆島にかなり数が多くて来ました。小豆島に来たりとか全部電動アシストで、携帯でそう入れて、おお、すごい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 。やっぱね、電動アシストやばい。ちょっと見てください、あれ、あの島が宿泊の現地、半分遠いですね。こういう感じでたくさんモニュメントがあります。これはオストラキスモスっていう陶片追放のをモチーフとしたモニュメントらしくて、オリーブなんで結構あれですね、ローマとかね関連のモニュメントです。ちなみに円盤の真ん中にでっかい円盤がプッて出てるじゃないですか。あれが無罪の証拠らしいです。だから平和、無罪であるっていう象徴、平和の象徴である小豆島にぴったりのモニュメントです。結構こういう古代ローマ系のものがたくさんあるので、ちょっと世界史を選択してた僕は楽しんでます。めっちゃ大きな風車。やっぱね、ギリシアの文化が結構根付いてますね。映画村に来てます。綺麗だよ、絶景。ついてます。いやー、なんか南国に来た感じするね。四国だけれども南の果てきたみたいな雰囲気がね、そんな感じですね。たくさんありますね。あー、つけてはい、というわけで3日目の宿泊地をここであるんですけど、実は共有スペースで僕以外泊まる人がいないという、ちょっとシャワー浴びた後にちょっとこのキッチンで何か作って食べて、さっさと自分の部屋に戻ろうかなと。これすごいな、めっちゃいい景色だね。というわけで4日目です。神戸に向かいます。